京都自然豊かな里山で味わうランチビュッフェ。今日も京都でぼちぼち。今回は大原にあるお店にランチを食べに来ました。京都バス大原から徒歩2分、細い小道を進んだところにある大原リバーサイドカフェキリン。明るいお店はテラス席と室内があります。大原里の恵みビュッフェランチ。ここでしか味わえない大原のこだわりの素材を使ったお料理をいただけます。季節のお野菜がふんだんに使われてます。季節ごとにメニューが変わるので何回行っても楽しめそう。可愛らしい小さめサイズのおにぎりも食べ放題。お味噌汁にご飯、カレーも。壁際にずらりと料理が並びます。カレーは後にしておばんざいを中心に一通り取ってきてみました。それではいただきます。前に娘を抱っこしたままで失礼します。まずは冷やしきゅうり。串に刺さってると屋台感があって嬉しいです。浅漬けのきゅうりはシャキッとさっぱり美味しいです。ここのお店はずっと行ってみたいと思いながらも場所がちょっと行きづらいのでなかなか行けてなかったんです。上賀茂神社の前にも系列のお店があるんですけど、こっちの方が少し価格は高めです。ただ大原へのアクセスを考えると上賀茂神社の方が食べに行きやすいです。でも大原の雰囲気込みで行くっていうのもいいと思います。こちらは肉味噌ピーマン。生のピーマンに肉味噌が乗ってます。みずみずしいピーマンにこってりした肉味噌がよく合います。新鮮なピーマンを使ってはるからこそできる生のピーマンを食べるシンプルなお料理です。ピーマンの美味しさに自信がないとできひんと思います。産直とかで美味しいピーマン買えたらやってみようと思います。ピーマンもきゅうりも歯ごたえしっかり系の食べ物なのでお腹膨れてきそうなので注意しないといけないです。お次は大根のきんぴら。珍しい大根のきんぴらはしっとりしていて切り干し大根とかの煮物を思い出すような優しいお味。こちらはズッキーニと大根のからし漬け。スッとくるからしの風味と野菜が美味しいです。お次は新玉ねぎの天ぷら。カリッと揚がった衣に甘い玉ねぎが美味しい。今回食べた中やと一番好きでした。お次は松風。松風はひき肉を卵や調味料と混ぜて焼き上げた和食でちょっといいお店とかに行った時に出てくるイメージです。ごまが香ばしくてふんわりとした食感に旨味がギュッと詰まってて美味しいです。松風ってなかなか食べる機会はないんですけど久しぶりに食べたら美味しかったです。お味噌汁はお豆腐に人参大根など具だくさん。優しいお出汁、合わせ味噌かな。結構白味噌の甘みもある感じでした。野菜はしっかり火が通ってお出汁もしみしみ、温かいお味噌汁でお腹がほっこり温まります。どの料理もお野菜自体が美味しいです。手作りの優しい味という感じでこれ家でも真似して作ってみようってなりました。楽しみにしていたおにぎりの肉味噌山椒。ふっくらお米にふんわり山椒が香る肉味噌と海苔が美味しいです。1回目のおかわり取ってきました。お出汁しみしみのお茄子が美味しかったのでリピート。お料理はどんどん新しいのが補充されてました。こちらはリンゴとフェンネル、レタスのサラダです。甘いリンゴとレタスがシャキッと合います。お料理はどれもお野菜たっぷりなのでいっぱい食べても罪悪感ゼロ。カロリーもゼロだったらいいんですけどね。ひじきも美味しい。この日のおにぎりは全部で5種類。九条ネギおかか、肉味噌山椒、生ゆかり、ちりめん山椒、ごま昆布。小ぶりなサイズなのでもちろん私は全種類いただきました。お米自体が美味しいのでどのおにぎりも美味しかったんですけど、個人的におすすめはがっつり系の肉味噌山椒。どれも美味しくてついつい食べてしまうけどビュッフェって幸せですよね。学生の頃はもっと食べられたんですけど
昔に比べるとたくさん食べられなくなってしまいました。最後に締めのカレーと新玉ねぎの天ぷら、ピカピカの白米によく煮込まれたカレー、お肉もゴロゴロ入ってます。カレーはしっかりスパイシー、お肉はチキンでホロホロに煮込まれてます。がっつり系のメニューはこのカレーぐらいでした。辛くて小さい子供は食べられないと思うのでご注意ください。場所的になかなか行きづらいんですけど、大原観光と合わせていくのがおすすめです。京都バスでも行けるんですけど、車が行きやすいと思います。ただ駐車場がなくて周辺の有料駐車場を利用する必要があります。あと人気のお店なので予約は必須です。食べ放題の時間は75分間なので少し慌ただしく感じるかもしれません。こだわりのお野菜が使われているとはいえ、お肉やお魚がメインの料理もないので、もしかするとちょっと価格が高く感じる人もいるかもしれないです。でも私には野菜自体が美味しくて、一つ一つの料理が美味しくて、また行きたいと思えるお店でした。わざわざ食べに行きたい大原のこだわり野菜を味わえる里山ビュッフェでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。